マーさんのレトロゲーのんびり実況始まるで。トランスフォーマーコンボイの謎やります。クソゲーとして超有名な本作やけど、実はマーさんが子供の頃かなり楽しめた作品です。それでは始めましょう。スタート。ポチー。オープニングですね。技術サイトの教えたコンボイをスクラムしてしてマラウトランスにメシコンボイみたいにし乗せていたブリッツを飛ばした。はぁ、何これ。オープニングですよ。絶対違うやろ。これ変身印。ロディマスコンボイですね。タイトルにもコンボイとありますから、コンボイ出るのは当然ですよ。この人がクソ言うてる。さっき45。サービスたっぷりですね。さあ始まりますよ。というわけで始まったコンボイ。うちはわけもわからず2周目を。 2周目って何ですか？主人公ロディマスコンボイを操り、ウルトラマンナスはリンチ。普通やったら初っ端で4ドットの敵団に即刻お釈迦されるんが定番やけど、こ突然の爆破。の妙にやり込んだ後のような軽快なコンボイさばきで一面を駆け抜けていくのでした。コロネよ。どうしたん？爆破はないのか？一面でお釈迦しまくるんは知らん初級者だけ。駆け抜けたら敵に当たったりせんよ。速攻で行ってしまった。ボスです。機械惑星デビルスター。雑魚でした。説明する前に倒してしまったか。チカチカして目が痛い。視聴者さんの点滅演出にお気をつけください。ほんまやで。ステージ2、遺跡の神殿。このステージは個人的に一番難しいと思っとる。敵の出てくる場所覚えとらんと対処はむずいな。1アップや。アイテム出現は全てランダムです。おお、バリア4発までダメージを無効化できます。最強のアイテムやな。ちらほら出ているエビフライが強敵の遺跡ですが、すでに覚えているプレイヤーなら4発被弾することなくクリアは可能です。ちなみにすでに戦車とエビフライの弾で2発被弾。安心してしもたん。ここはしゃがむ。この先のエビフライとドラ焼きの連携は抜けやすいんよ。高さを合わせてくるドラ焼きは厄介です。しゃがんだらドラ焼きは当たらんで。これはクリアできたな。そうですね。ドラ焼きを被弾、油断はしないでくださいね。任すとき。鉄アレイ被弾、バリアなくなりました。もうゴールや。ボスです。機械惑星デビルスターが2体、出現と同時に1体ほふられました。速攻で引導を渡したる。撃破。メガチカチカする。点滅演出は本当にお気をつけください。ボス倒すたんびにチカチカすん。ステージ3、タイムトンネル1。このステージは上に上に進んでいくけん、敵の攻撃はだいぶ落ち着いとって慎重にいったら簡単やで。再生速度6倍。割と安全に進める分ステージ進行がかなり単調やし、視聴者さんが退屈するかなと思ったけん早送りでお送りいたします。ほな、そろそろやな。何かありますか？そうなんよ。ここにカセットテープを設置して敵を足場として使えます。ボーナスステージや。隠しステージですね。世界観がちゃう。えらい間抜けな BGM やけど、そこは期待を裏切らないコンボイ。カールおじさん風のファーマーから落とされる物体に触れるとおしゃや。ボーナスステージなんですよね。そのはずなんよね。一見すると激しい攻撃に見えるんですが、稼ぐつもりで入ったのに命からがらで逃げ出す、もしくは爆破、普通にありえるから困るんよ。コンボイさんをねぎらって差し上げろ。というわけでボスまで5倍速や。ボスまであと少しです。縦ステージは同じような地形が続くんよね。ボスです。デストロンマーク。なぜかデストロンのエムブレムが攻撃を仕掛けてきますが、気にせず弱点を攻撃して爆破しましょう。やばい。目を点滅を減らしました。顔で隠すとだいぶ楽になりました。編集中のチカチカきつい。ステージ4、空間都市。宇宙のように見えますが、しっかり重力はあるようです。その辺は言うたらやぼってもんよ。そうですね。お F や。フライの頭文字でしょうか。飛行できるようになります。取るだけで超快適に進めるで。敵をほぼ無視して都市内部に侵入。着地、しゃがんで入るで。都市内部はコウモリや球体が襲ってきます。コウモリを破壊しながら進むで。アイテム前か。2周目がロディマスのエネルゴンキューブを集めなくていいのが気楽で良いですね。100リアル。ロディマスアイテム取り忘れミスは結構あって、あれに気使いながら進むんは割と大変やった。ここは頭ぶつけんでジャンプできるな。完全にジャンプしないと飛行できません。この謎の物体、コンボイの弾が当たりにくいん。めっちゃすり抜けてくる。こんな感じで壊せる気がせんけん、避けることも念頭に置きつつ狙った方がええ。また来た。全然当たらない。避けた方がええかもしれん。ほなちょっと早送りするで。全部は見ないんですか？似たような展開やけん単調なん見せるんは視聴者さんに悪いと、今回は全部しゃべくり入れんとテンポよくいってみようと思ったん。それも良いかもしれませんね。こっからは上を飛行で安全に進めるで。
スです。デストロンボート、デストロン軍の宇宙船です。弾幕薄いぞ。何やってる。割と真ん中の足場で右に打っとるだけで倒せたりする。弾幕薄いので、下手にジャンプ等はしない方が安全かもしれません。光るぞ、目を守れ。コロネよ、よくやった。顔で隠すとほんと楽になりました。編集中に何遍も見た。ステージ5、武勇都市。なんか楽しそうなジャンプアクションの名誉。当然ですが、下に落ちると即押射です。火山弾は立っとると当たるけん、タイミング見て通ろうな。アイテム出ます。イエービーヤ。バリアです。4回まで被弾を無効化できます。これは勝ったな。先ほど、火山から出る丸い物体に被弾、油断して爆破は、見たくないので気をつけてください。任しとき。自信たっぷり心強い。ロディマスアイテム一応取る。さらにアイテム。やったー F や。こりゃもう、完璧に勝ったで。飛行アイテムです。バリアがあり飛行で進む。さすがに敵なしですね。やねえ、火山には注意や。あとは、適当に飛行しとったらいけるやろ。そのようですね。油断しても大丈夫。は被弾。バリアあってよかったですね。てい、ボスです。レナゾール、という名前だそうです。マーさんはトランスフォーマーのこと、全然知らんけん、適当にインターネットで調べとります。ボスは前にビームを発射するのに、中央の足場で待機すると、攻撃を食らうことはほぼないと思われます。つまり、お気楽ボス戦、のんびり行きましょう。倒した、目守るで。ナイスワード。すごい目が楽。次も頼んだ。編集中、名シパシパよ。ステージ6、タイムトンネルに。子供の頃気づかんかったけど、まんま3面を下っとる作りなんやって。そうなんですね。気分的にはな、降りる方が楽な感じする。テンポ良いですよね。下の矢印のところ行ったら、ボーナスステージや。ハーマーの凶悪なラッシュが見どころです。今回はいかんけど、別撮りで入ったんをどうぞ。3面と同じ様子。全く同じやと思う。しかし、落下スピードが速い。油断したらお釈迦や。こんなわけで戻ったで。お帰りなさい。あとはささっと下るだけやけん、早送りお願いするわ。そうしましょうか。再生速度、4倍。最下層に到着や。行きますか。ボスです。2回目のデストロンマーク。敵の弾は、横軸がアウト向かってきます。一応注意。来るで、ボスの最大攻撃。やけくそ点滅。もうこれなしではボス倒せないかも。チカチカ点滅嫌やもんね。ステージ7、氷河地帯。開幕にドラ焼き来るけん、しゃがんで避けろ。弾当たらんな。ほんで、とりあえずアイテム出しとけ。 P ですね。不要ですわ。しゃがんだまま駆け抜ける。しゃがみダッシュでエビフライも対処できるで。そろそろあれが。そやね。1アップは取る。出ました。初見や都会費不能なロボ。このちっこいんも初見では無理。山の切れ目は注意。何遍もぶつかって覚えた、この山の切れ目よ。次に来るドラ焼きはとりあえずしゃがんどく。ロディマスのエネルゴンキューブですね。すでにロディマスやし、不要やね。捨て去られるエネルゴンキューブ。あの赤い戦闘機倒したらワープできるで。2面でもいたんですよね。言うん忘れとった。コンボイの顔前を通り、ゴールへ。なんで顔なん？知りません。ボスです。ブルーピカス。今までのボスと違い、ちゃんと狙って弾を撃ってくるので、避ける必要があります。中央の足場でジャンプで避けましょう。やってた。爆発に備える。対策バッチリ。毎度すまないね。目痛って隠すしかない。ステージ8、タイムトンネル3、過去の時代に飛びます。どういうことな？設定では、戦え、超ロボット生命体トランスフォーマー、トランスフォーマー、ザ・ムービー、トランスフォーマー2010、それぞれの時間軸を行き来する、タイムトンネルだそうです。マジか。ただの使い回しやと思った面を、行き来する件一緒なんか。優しい解釈、嫌いじゃないです。そろそろここのメイン、隠し部屋行くで。デストロンゾーン、ロディマスのエネルゴンキューブが隠されています。コンボイの謎。謎の真相は、この隠し部屋に。あれですか？あれやな。メガトロン様らしいで。マーさんはトランスフォーマー、見たことない言うとるけん、ネットで調べたん。サイガトロンの総司令官、コンボイの死の真相は、旧敵メガトロンの犯人、一枚絵でそれを語っていると。そのようやな。普通のことでは。戻りました。謎も解けたし、納得できた。タイムトンネル駆け抜けるで、似た展開が続くので早送り。ではその間に、先ほどの隠し面の小話を。このゲームは、コンボイが死んだキャンテーン、その一環だそうで、隠し面に行けばコンボイを殺した人物が明かされる。ニューヒーローは誰か、それらの人物が誰かを応募すると、抽選で日本に発売のおもちゃが当たるぞ。そんな感じのキャンテーンが行われていたそうです。当時も知らんかったわ。
最下層に到着。ボスです。3度目のデストロンマーク。3度目ともなると、一応時期を狙って、弾を撃ってきますが、さほど脅威でもないため、さっさと倒すで。外した。ジャンプチア。めっちゃ、おいこすで。ほんと助かる。でかい顔に感謝。ビカビカの辛さ、身をもって知りました。ステージ9、地下機械都市。このゲームの悪い部分は全部ここにあると言っていい。80年代、全国のお子様を無限地獄に叩き落とした。初見やと、729通りものルートがあるループ面なんよ。通過するべきチェックポイントは、矢印で示しておきます。助かる。次は冗談か。ほんで下に降りる。あ、当たりそう。危なかったわ。雑に進んでもうた。しゃがんで下段のチェックポイントへ。これでしばらくチェックポイントはないです。抱っこちゃん取っとくか。点数アイテムですね。このくぼみ、誰もが気になって打ち込んだであろう。そうですね。取ると5000点です。思い出すわ。この辺りも、どのルートが正しいんとか思いながら、いろんなパターンで何周もしたん。ですが、中盤にはチェックポイントがない。ほんま無限地獄やったわ。最後のロゲマスのエネルゴンキューブです。すでにロゲマスなので、取る意味はないです。そうなんよね。ステージの敵とかは全く怖くないけんど、なんせループで先に進めんけん、飽きてもて、やめてまうよな。実際に敵を欺くための仕掛けだとしたら、侵入者の心を本気でくじく、ある種リアルかもしれません。一理あるけど、当時の開発者はあんなこと考えてないに一票や。後半のチェックポイント来ました。矢印めっちゃ助かる。前方からなぜか弾が当たらない敵が襲いかかる。壊せるとは思ってへん。避けることを前提に、とりあえず弾を撃っているようです。避ける。稀に当たるん。最後のチェックポイント通過。あとはゴールに向かうのに。子供の時に知りたかったぜ。正解ルート。あの数時間を思い出す。ボスです。メガトロン。このボスも、ご丁寧に時期を狙って撃ってくるので、一応気にして弾を避けましょう。中央の足場いかんと、弾が届かんしな。これは勝った。ボスが弱いんは宝の両親や。来るで、衝撃を決める。危機回避バッチリ。昔は普通に点滅見てたんですよね。20インチぐらいのテレビやった。ステージ10、タイムトンネル4。設定では、トンネルを使い、元の時間軸に戻ります。時期も残り9期、後半どうなるかと思ったけんど、なんとか最終面にたどり着いたわ。とりあえず、目前の固定砲台を対処しましょうか。かすった。おしゃかるとこやった。時期も残り1桁。最後ぐらいノーミスいきましょう。おうよ。このステージ自体は、それほど難しくないとは思いますが、それなりに慎重に進むと、思った以上に時間がかかると思います。そうなん、確実に進むけん、のんびり行っていい？良いと思いますよ。ちまちま砲台を倒しながら進む。視聴者さんが退屈せんか心配よ。今までアップしてきた動画の中では、間違いなく最速クラスで最終面です。いつもうちらがしゃべくりまくりやけど、テンポよく動画を進めることを今回心がけたんじゃが、作っとったら最後の方わからんようになる。今回こそ視聴者さんに見やすくできているといいですね。ほんまよ。毎回作った後、心配しようよね。さて、最終面も後半戦。丁寧に砲台を破壊していますが、マーさんも相当慎重に進んでいる様子。さっさと進んでもええんやけど、それでおしゃかるんは目に見えとるけん。そうですね。今は砲台ありません。それでもジャンプすると突然やられるかもしれない。そう思うと慎重にならざるを得ないです。ここも2体、確実に倒していくで。残りは謎の物体 X。ジャンプして撃破だ。もうおらんな。てっぺんに到着です。行くで。ラスボスです。ラスボス、ダイナザーラ。最後だけあって、弱点20発と、耐久力は高いです。それなりにコンボイ狙って弾打ってくるけん、要所ジャンプで避けながら打つで。ここまででボスに9ヒット。もうほんなに当たっとった？最後一発ですよ。やるで。ここや。危ない。最後に点滅防ぎます。ほんまに最後やで。エンディングです。コングラチュレーション。どうもどうも。コロネよ、コンボイはどうだった？やりきった。まさかコンボイを2回もクリアさせられるとか。マーさんが勝手にやり始めたんですよ。普通に1周クリアした後で、ロディマスコンボイで進んだ方が視聴者さんに喜んでもらえるかと思って。思いついちゃったんですね。そうなんよ。喜んでもらえるといいですね。笑うてくれたら、こんな嬉しいことはないな。本当にそうですね。今回はいつもより短いけど、いろいろ思いも込めてみたん。これからもみんながええ感じになる動画を作っていきたいとか。マーさんも思っているようです。ほな、最後にこれ言うとこか。音声はボイスボックスを使用。
コロネは四国メタンさん。ハーミー、レイネイひまりさんを使用しております。ご視聴ありがとうございました。した。